映画を考察してみよう。崩壊するバンド、ホッケのドアでございます。元気にいくよ、シャクシャクっていう。はい、前回、ブラックホークダウン。はい、ブラックホークダウン。はい。こちらの動画の方でちょこっとね、その映画のレビューといいますか。そうですね。映画関係ってなかなか難しくて、権利関係があるので、あまりなんていうの、ネタバレも、なんかファスト映画っていうかね、まあもちろん著作権のあるものだから、なかなか詳しい内容に触れるとか、できないから、まあ前回の動画にあえて私はしたんですけど。そうですね。あの時に彼から3本の、映画ソフトを、まあ形としてはこれを見てみろということで渡されたわけです。今回のこの映画レビューは、こちら。松本人志監督、サヤザメです。これね、前回のブラックホークダウンは、僕死ぬほど見たんですけど、これはね、見てないんですよ。もうこの撮影のために、ついさっき見ましたよ。はい。ありがとうございます。ちなみにその時の私の表情はこちら。はい。何個か写真撮っておきましたので、ちゃんと見ましたよっていうことで、見てる時の写真をちょっと出しましたけど。レビュー的なものは、他にもいろいろ語られては、Amazon レビューとかで。軒並みちょっと見てみましたけど、好評でございました。ただね、個人的に、じゃあ、5段階評価でいきましょうか。個人の感想ですからね。どんな映画も素晴らしいと思う。どんな音楽も、その人の見方によっては素晴らしいと思うので、好みだと思ってる。単純に。2.5。悪くはない。けど、なんだろうな、こう、なんか、1個か2個足りない気がしてるという。そういう感じですか。松本人志っていうのは、まあ、やはり我々の世代ではヒーロー。そうですね。すごい人じゃないですか。で、松本さんの笑いってさ、いくつかあると思うんですよ。もともとトークの起点の聞き方、すぐ返すじゃん、面白いことだとか。コント、キャラクターものとか。一個あるのがね、シュールがあると思うんですよね。哀愁っつうのかな、松本さんの場合って。哀愁だと思うんだけど、シュールっていう言い方よりも。やっぱ映画は哀愁によるよね。表現しづらいじゃん、笑いって。みんなが笑えるかどうか。鉄板の笑いってなかなか、じゃあ、パッと映像でお前らじゃあ笑える映像作れよって言われたってさ、出ないだろ。シリアスって案外いけるじゃん。なんでかわかる？ある程度テンプレがあるからですか？真顔になってればなんとなく見える。真顔と BGM で。例えばお前が、今ちょっと真顔。で、少し物思いにふけてこう。はい。ありがとうございます。これを白黒にして、BGM つけて、スローモーションにすると、ちょっとシリアスじゃないですか。じゃあ、笑える映像、今からやって。3、2、1。で、こうなんですよ。笑えねえじゃん、絶対誰も。基本笑いはあるんですけど、俺も確か笑った。大爆笑ではないけど、クスッみたいな。一シーンだけね、自然に笑った。あとはやっぱ、松本人志というあれが入っちゃってるから、笑い待ちみたいなさ。期待値が。次面白いシーンなんじゃないかとか、雰囲気がちょっと出てしまったかなっていう。来るかみたいな。松本さんが、だってこれなんて、こんなもん。野見さん、これ知ってる人いるかわかんないですけど、働くおっさん劇場というね。あれ、20年近く前じゃないですか。そうですね。そうですよね。ちなみに私はシンボルを映画館で見ました。レビュー的には最高傑作だと思います。結構有名な人出てますよね。りょうさんとか。イブ・マサト。まあ、野見さんは良かったです。雰囲気も非常に合ってたというか。一シーンだけなんかちょっと喋るシーンがあって、ちょっと雰囲気が壊れるから、現実の侍っていうぐらいだ、昔の日本の形、侍っていうものをベースに作ってる時代だから、時代劇だから、その雰囲気ではない喋り方しちゃうというか。素で喋っちゃうみたいな。まあね、野見さん台本なかったらしいから、台本とかそういうのを言われず、この場でこう言えみたいな感じで、っていうお話らしいから、野見さんの雰囲気はすごい侍っぽかったし、ちゃんと役に入って、雰囲気は抜群に良かったし、迫真と言っても、
あと子役の子が素晴らしくて、この子ね。そう、やっぱ可愛らしくて、周りが演技上手い人ばっかりなんですよ。板尾さんとかも出てるんだけど、上手いんだよ、やっぱ。あの辺の人って演技が。だから自然の野見さんもちゃんと引き立つというか、少し思ってるのが松本人志さんっていうのは少し巨大にすると何か面白くなるっていうのがを持ってる人な気もするんですよね。もちろんそれは面白いんだけど、巨大っていうかなんつうの、何これみたいな。この歴史の中ではこんなもん出てこないよみたいなのが出てくるわけですよ。昔の日本風にそれを作って、全然関係ないけど、今のマッサージチェアみたいのが出てくるわけですよ。全然違うよ。そんなことではないけど、出てくるわけですよ。今の時代にあるものが。出てくるんだけど、その江戸時代風にちゃんと木でできててとか。そういうところにすごいお金かかってんなみたいな。やっぱ巨大だしさ、なかなかでかいセット組んで、面白くもあって、その伝えたいところのレスとか終わらせ方とか、多分あんまり知らない終わらせ方というか、うまい終わらせ方をしてます。ただ、ちょっと長えかなとか、最後は。とか、最初の方に出てくる方とか、いるのとか、説明とか、背景とかを少し掘ってほしい気がして。ちょっと背景が分かりづらい、そう、いきさつとか。感情移入しきれないんだよね。松本さんからしたら、そんなんじゃないやんっていうことだと思うんですよ。お前らだからそういうことは考えずに見るように作ってあるやろ。ちゃんと説明なんか俺で十分だろっていう雰囲気が、もちろんそうなんだろうけど、映画を見るときってさ、別にそんな一生を描けってわけじゃないから、とあるあれで捕まるんですけど、捕まってっていうところからの話なんですけど、とか命狙われてとか話なんだけど、理由が説明されないからさ、なぜ逃げてるのとか、なぜこのサイヤ侍っていうタイトルなのかとかっていうのも、あんまり深くは触れないわけですよ。受け手側に想像を委ねさせるっていう。シンボルの時もそうなんですよ。なんか、松本さんの作るのって、一個そこはあえてなくしてるんだと思うんですよ。受け取り側の想像で。まあでも、2.5 ってことはそこまで別に悪いってわけじゃないよ。俺ね、構成の仕方とか映像の、なんていうんですかね、こう、行って帰ってみたいなシーンがあるんだけど、やっぱこう、さすがお笑い芸人の面白さというか、うまいなって思う。本当にそういう描き方っていうか、なんかすごい勉強になるなと思ったし、描写はやっぱうまかったですね。これが一番高かったのかな。3本買って、その中で一番高かったかもしれないな。俺ちょっとレビューとかも、まあ、見終わった。自分の感想はこうだけど、やっぱ評判はすごいいいから。一個ね、そうだなって思ったのは、会議室で、まっちゃんと高須さんとか、放送作家の人とか、ガキ使のね、ああいう人たちが集まって、サイヤ侍ってどうやろうみたいなとこから始まって、ホワイトボードのサイヤ侍とか書いて、こんなんあったら面白くないって話してる間にできた映画だみたいな。多分企画からそういう感じなんじゃないかなっていう。台本を普通書くじゃん。台本っていうか物語を書く。多分やってないんだよね。会議室で面白そうなトピックをバーッと並べてって、どうやってストーリーにするかを考えてる感じがするんですよ。だから、なんていうの、こう、物語がもともとない。アイデアが、ボンボン。っていうところは確かにそんな作り上げ方してるなって思ったな。なんか他のレビューの。にあって、そういうのがあって、ガキ使のさ、企画とかもそうじゃん。こうやってバーッとホワイトボード。それはまあお笑いとしては面白いんだけど、なんか物語とか背景関係なくサヤ侍、捕まる、逃げる、殺し屋はこんな奴がいたら面白くないつって多分その放送作家とかで、それありやな、みたいな。って並べてっちゃうと、アイデアは面白いんだけど、物語が見えない。まあ一本線が通ってないことになっちゃうって思ったのが俺の感想に近いかった。一個深掘りのところのシーンなり、描写なり、なんで逃げてんのかとかっていう理由が説明されないのはもうそういう風なもんだからってから始まってる気がするんだよ。それがもしあったら、もう一個なんかちょっとこう、感動に行ったのかなとか。まあ3ぐらいになったかもしれない。面白みは別に人それぞれだし、ありえない設定だから、ありえないものも出てくるけど、それはファンタジーだから俺全然いいんだよ。そこはあんま冷めるタイプじゃない。それ冷める人もいるけど、
時代劇のくせにそんなリアリティがないないに決まってんじゃんみたいな、映画なんだから。そんなのはいいんだけど、なんかこう、一個感情が入りきれなかったなっていうのが、今回の私の感想ですけど、すみません、偉そうに言って。そんな映像を作る大変さとか知ってますね。僕はこれ一切見てないんで、なんでこれを選んだかっていうのも、特に理由はなくて、見たことないんですよ、僕。まっちゃんの映画。普段そんな映画見る方でもないんです。俺は見ねえから、ちょっと見させてみるかみたいなところもあったんで。でしょうね。見てもらって、語ってもらうと、意外といいのね、みたいな。どうですかね、ちょっと私の映画レビュー、ちょっと興味は持てましたか？ぜひ見てください。結構ね、12年前の作品みたいですけど。とは思えないぐらい、やっぱりお金もかかってるなぁと思うし。2011年。映像も綺麗ですし。今、アマプラとかじゃ見れないっぽいけど、今だったらね、安く見れますし。よく言うのは、まっちゃんは映画はダメだっていう。なんかそういう意見の方が聞きますよね。そうじゃないかなって思うんだよね。才能はやっぱしあるなって。重ねないと出ないものってあるじゃん。誰だって一作目から最高傑作たまにあるよ、それ。スピルバーグにしたってあれだけ作った中で評価されるものもあればダメなものもあるっていう。だから、その時々だけど、松本さんは、一個やっぱその、アーティスト気質で説明しないっていうのを、一個なんか物語にしてくれたらなっていうか、説明のない面白みはわかるけど、とか、次はね、あなたのこのサイヤー侍のレビューを楽しみにしてます。自分も見るんですか？映画レビューとしての今回、サイヤー侍でございました。損はしないかな。人によるかな。ただ、結構レビューは良さそうですので、多分伝わるそうに非常に伝わってる作品だと思うし、泣いたっていう多数ありましたので、これはぜひあなた方が見ていただいて、それぞれの感想をここに、もしくは今後やってほしい映画レビューなども、このね、コメント欄にしましてくれれば。映画結構ね、権利関係とか難しそうですけど、はい。これぐらいだったらね、何のネタバレもしてませんし、侍とかそれは言っちゃったけど、それぐらいだったらいいでしょう。それでは、今回は、侍ということで、次回は、子猫でお会いしましょう。失礼します。でも、きちんとした映画でございました。ぜひ皆さんも見てみてください。